皆さん、こんにちは。みきこです。このポッドキャストでは、日本の文化や日本語学校ではあまり習わないような言葉や表現などをお話ししています。いいねやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。さて、今日のテーマは、日本の会社員についてです。私は普段日本で働きたい人向けに日本語を教えているので、会社員の給料や休暇や働く時間などよく聞かれます。ですので、今日は日本の会社員について話そうと思います。まずは一番気になる給料についてです。日本では地域によって最低賃金が違います。例えば、2024年の最低賃金は、東京都で1時間1113円、大阪では1時間1058円です。これは2024年現在なので、今後変わる予定はあります。先ほど時給で書きましたが、会社員の給料は時給計算ではなくって、月給が決められています。そして月に一度支払われることが多いです。日本の会社員は週に40時間働くことが一般的です。ですので、1日で計算すると8時間働きます。勤務時間は会社によって違いますが、多くの会社では朝9時から夕方6時までが基本の勤務時間です。これで大阪のサラリーマンの月給を計算してみますね。はい。計算したら16万8000円でした。パッとこの金額を聞いてどうですか？まあ、これは最低賃金で計算してますのでね。職種によって給料も全然違います。でも残念ながらこの給料は全額もらえないんです。日本の会社員は給料の一部が税金や年金のために引かれます。まず、所得税や住民税という税金が引かれます。次に、健康保険や厚生年金の保険も引かれます。これらは国や社会のために必要なものなので、給料から引かれます。ですので、給料が16万8000円だとしても、手取りはもう少し少なくなります。だいたい15%から20%ぐらい引かれます。手取りというのは、給料から税金や保険などが引かれて、実際に支払われる給料のことです。皆さんの国ではどうですか？同じように税金や保険などが給料から引かれますか？はい、それから給料の話のついでに、ボーナスの話もします。多くの会社では、半年ごとに査定を行って、年に2回ボーナスを支給します。通常、夏と冬に支払われます。ボーナスは会社ごとに決められた査定期間の業績や個人のパフォーマンスをもとに支給されます。ボーナスの額は給料の何ヶ月分かで表されることが一般的です。多くの場合、夏と冬、それぞれ1ヶ月から2ヶ月分の給料が支給されます。ですので、年に合計2ヶ月から4ヶ月分の給料がボーナスとして支払われるということですね。でも、会社の業績や個人の評価によって異なることもありますので、注意が必要です。はい。では次に残業時間についてです。残業時間も気になりますよね。日本人っていっぱい働いているイメージがないですか？過労死という言葉もあるぐらいですからね。過労死とは働きすぎが原因で
命を落とすことです。長時間の労働や過度なストレスが原因で心臓発作や脳卒中などを引き起こすことがあるそうです。過労死は1980年代に社会問題として注目されました。ですので、働きすぎを防ぐため、残業時間に上限があります。法律で決められた上限は、月に45時間、年間で360時間までです。ただし、特別な理由がある場合は、月60時間まで残業ができる場合もあります。でも、会社によっては残業はできるだけ少なくする方針があって、残業時間の管理が厳しくなっているところも増えているそうです。はい。では、次は有給休暇についてです。日本では有給休暇という休みを取ることができます。これはきっと日本に限らず、どこの国にもありますよね。有給休暇というのは、取得しても給料が減額されない休暇のことです。一定期間勤続した労働者に対して、心と体の疲労を回復して、ゆとりある生活を保障するために与えられた休暇です。有給休暇は会社に入社してから6ヶ月後に与えられます。最初は10日間もらえますが、長く働くほど増えていきます。でも実際には有給休暇を取るのが難しいと感じる人もいます。上司や同僚に迷惑をかけたくないという気持ちから休みを遠慮することがあります。これは日本人ならではかな。有給休暇は労働者に与えられた権利なんだから、本当は堂々と使っても良さそうですけどね。日本人はどうしても遠慮がちになっちゃいますね。はい。では次は日本の祝日についてです。日本には年間16日の祝日があります。これらの祝日は国が決めたもので、カレンダー通りに働いている会社員は休むことができます。そして祝日にはハッピーマンデー制度と呼ばれるルールもあるんです。これは祝日が月曜日に移動する制度です。3連休が増えるように祝日を月曜日に持ってきています。例えば、1月にある成人の日は1月の第2月曜日です。ですので、毎年成人の日は変わります。3連休があると旅行に行ったり、ゆっくり休んだりすることができるので、いい制度ですよね。はい。では、最後に日本の会社で働く心得です。これについては、以前ビジネス用語、ほうれん草のところでも話しているので、よかったらそちらも合わせて聞いてくださいね。皆さん知っての通り、日本では時間を守ることがとても大切です。ですので、だいたい5分前か10分前には出社します。それから社内で人とすれ違ったら、お疲れ様ですと挨拶します。私は普通だと思っていたのですが、中国人の生徒に知らない同僚に挨拶されたんですが、それって普通ですかって聞かれました。例えば私の場合、学校で働いています。休憩時間に職員室に戻ったら、お疲れ様ですと他の先生たちに挨拶をします。あと、他の先生のクラスの前で先生とすれ違ったら、その時もお疲れ様ですと挨拶をします。はい。それから、体調管理も大切にしています。病気は急になるものなので、急に休むと他の人に迷惑をかけます。有給休暇のところでも話しましたが、
日本人は人に迷惑をかけることをすごく嫌がりますので、みんな体調管理をしっかりしています。まあ、そうは言っても、病気になるときは病気になるので、その時は休んでも全然問題ありません。はい。ということで、今日はここまでです。今日は日本の会社員についてお話ししました。皆さんの国と比べてみてどうでしたか？最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほな、またね。